ここはドルドーニュ。南西フランスにあるボルドーから東に電車で約1時間。先史時代から残る歴史と遺跡。美しい中世の街並みとたくさんのお城。美食家たちもうなるグルメ。広大な自然とドルドーニュ川。私はここでイギリス人の旦那さんマークと暮らしています。便利ではありませんが豊かな暮らし。私の名前はアキです。縁もゆかりもないこの土地で出会ったドルドーニュの魅力と素朴な田舎暮らしをお届けします。今回紹介するセルフリノベーションはこちらの2階部分の窓のあるお庭が見渡せるお部屋です。この家を購入した時点のこちらから現在のこの様子に至る作業をまとめました。まず2016年にここに引っ越してきた時の一番初めのこのお部屋の状態はこのような感じでした。天井から、壁一面すべてこの壁紙が貼られていました。全体的に少し暗いなという雰囲気でしたので、壁の上の部分だけを残してその他は壁紙を全部取り除いて白に塗りました。でその後、このような木の装飾を貼りました。去年始めた今回のこのリノベーションではお部屋の広さを大きくすることが目的でした。こちらにある壁を壊してその横にあるお部屋とつなげることで部屋を広くしました。この壁を壊すにあたって一番考えたのがこの壁紙をどうするかでした。この壁紙は50年前ぐらいの古いものでデザインも色もとっても気に入っていたのでできれば残したいなと考えていました。でそこで考えたのが壁を全て壊してしまわずに両端を少しずつ残して門のようにすることにしました。そうすることで新しい部屋との空間に区切りができて、別のデザインを施してもおかしくはないかなと思ったのです。壁を壊す作業は、壊す部分の壁紙をまず全て取り除いて上から順番にハンマーで壁を崩していきました。切った壁の端にはこのように木のデコレーションを施しました。この木にはステインという木材専用の塗料を塗ってお部屋全体の木の色と統一させています。この壁を門のようにするアイディアは最終的にはとっても気に入っていて、こういう風になりました。また壁の両端にも照明をつけました。こちらの照明ももともとこの家の他の部屋につけられているものでとっても可愛かったのでここで再利用しました。その後にこの新しいお部屋の天井を修復する作業をやりました。このようにお部屋から外の光が差し込んでしまっていて雨漏れの原因になってしまわないようにまず屋根を修復しています。
次にやったのが、今壊した壁の向かい側にある壁にドアを新しくつけることにしました。そのドアの先には新しいお部屋、また別の空間があるんですけれども、すぐには使う予定はないんですけれども、そこへアクセスできるようにするためにドアだけ先に取り付けておくことにしました。そして天井にライトを取り付けました。つなげた小さいお部屋の方のドアの入り口を塞ぎます。床も新しくしました。床の作業の様子は現在リノベーション中のお部屋で動画にする予定です。そしてこの新しいお部屋の空間の壁はこのようにピンクでデコレーションをしました。こちらのピンクの壁の DIY の様子はエピソード7で紹介しておりますので、よろしければご覧ください。まだ現在は家具が全て揃っておらず、完成という段階ではないですが、少しでもお部屋の雰囲気がお伝えできていれば嬉しいです。この動画の続きも見たいなと思ってくださった方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。先日、家にあるものでこちらのアームチェアの掃除をしましたので、簡単にご紹介します。布製のソファー等の掃除にぴったりの方法です。まず、基本的にクッションカバーの中のタグを見て、どのように洗うのが適しているか確認することをお勧めします。こちらのソファーカバーは手作りなのかわかりませんが、タグ等が一切ありませんでしたので、目立たない場所で試しながら進めました。まず全体にしっかりと掃除機をかけます。その後、重曹をたっぷり振りかけて一晩置きます。重曹で匂いを取り除くことができるそうです。掃除機をかけます。ぬるま湯に洗濯洗剤を少し入れて、スポンジで汚れを浮かせます。固く絞った布で拭いて終了です。フランスに来てから家の周りの掃除には重曹とお酢を使うことが多くなりました。どちらも体に害がありませんので、ナチュラルでおすすめです。
回のブラックベリーの量は取れた分だけ使いました。お好みで量の調節やお好きなフルーツを使って作ってみてください。しっかりと汚れを落とすために水とお酢を3対1で作ったもので、優しくゆすぎ水を切ります。お鍋にブラックベリーと 54g の砂糖を入れて火にかけてブラックベリーのピューレを作ります。私は種を取り除きたかったのでこしました。このまま冷まします。ボウルに卵の黄身、お砂糖 65g を加え、白くもったりするまで混ぜます。ちなみに白身はこのようにラップでくるんでから冷凍すると日持ちします。私はいつもマカロンを作ります。お鍋に牛乳を入れ、60度に温めます。周りがふつふついう手前ぐらいが理想です。先ほど混ぜたボウルに少しだけ温めた牛乳を入れます。よくなじませたら残りをざっと加えます。またお鍋に移し、少しとろっとする程度まで温めます。4分くらいでした。こちらをよく冷まします。生クリームを5分立てにします。フランスの生クリームは固く泡立てることができないので、少し泡立てる気分で大丈夫です。先ほどのお鍋にブラックベリーのピューレを入れます。生クリームと混ぜます。好きな入れ物に入れて冷凍庫へ。3時間くらい経つと周りが少し固まってきますので混ぜます。30分おきに3回混ぜて完成です。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。